罪？前任監視官の事故についてです。聞かせてくれ。執行官になる前はスイミングアスリートでした。当時私には恋人がいました。経歴には目を通している。君たちが乗っていた車が事故に遭ったと。相手の過失でした。彼も私も色相が悪化、施設送りに。なのに加害者はサイコパスに変化はなく罰金刑を受けただけ。その後施設で彼は亡くなり、私には執行官適性が出てそれを受け入れました。怒りの矛先が欲しかったんだと思います。マウトの奥に閉じ込められた刃物を取り出して、しがらみとなって空気を伸ばす息の根を刈り取って、解放追放すぐと飛行喪失して記憶だって朽ちることのないキュビズム。閉じ込められた刃物を取り出して、しがらみとなって空気を伸ばす息の根を刈り取って、少々衝動的走馬灯を錯覚する記憶だって朽ちることのないキュビズム。1年前のある日、ネットでオンラインカウンセリングを見つけました。半信半疑のまま事故の加害者への不満や報復を打ち明けました。それで？相手がまた事故を起こしたんです。しばらく経った時、そのネットワークから私に指示が来ました。整備班に検査の要望書を送るようにと。要望書？公用車のエンジン音がおかしいと嘘の報告をあげろと。その直後、前任監視官の2人が。私は歯車の一つだったんです。怖くなった私はそれ以来指示を無視しました。すると死んだ恋人の名で花が送られてくるようになって。脅迫か。はい。そして教団施設にいたあの男が花を送ったと分かりました。あずさわ光一。あの男に私は操られていた。最初の加害者はどうなった？一時的に隔離されましたが、色相も回復し普通に暮らしています。今はどう思っている？最悪の事態になる可能性もあった。処罰は覚悟しています。俺が課長に話す。今はまだ誰にも話すな。調子良くなったね。どんなに古びてもメンテナンスで必ず蘇る。カウンセリングみたい。確かにメンタルケアと車いじりは似てるな。心も手間をかければクリアになるしわざと壊すこともできる。お久しぶりです、進藤監視官。アキラ君、よく来てくれたね。ケイ君。あなた
ケイ君と遊んでいなさい。おいでケイ君。ほら。俺は何なんだよ父さん。免罪体質者だったなんて当然常森茜も知っていた。何らかの取引の結果進藤を監視官とした。その推測はさておき、監視官適正が規定以下となれば通常通り処理する。依存あるまいね。はい。問題はビフロストだ。私の考えではシビラシステム運用以前から存在しなければ成立し得ません。そんな存在があり得ると？まだ仮説です。調査し報告します。君は優秀で理想的な市民だな。退屈な存在に過ぎないことは分かってます。近頃はそうとも限らないがね。なんて厄介なのを推薦したんです。でも優秀でしょ。例の残党も現れて先輩が何でもかんでも潰すからこっちがとばっちり受けるんです。私が一人でやったような言い方ね。とにかく新人監視官2人は私が面倒見ます。それって刑事課は人手不足なんです。今進藤を失うと困るんですよ。刑事課にインタビューですか？ええ、正義についてのドキュメンタリーです。この国の正義の変容を感じませんか？人間の正義に価値はないなんて公安局員が言うと問題ですかね。ミカちゃんにとって正義とは？神を疑うなかれ、神を試すなかれ。シビラの正義と価値は考えるまでもない。ではダメとは言ってません。他ならぬ弥生さんの頼みですから。ありがとう。でももうちょっと本音で話してくれてもいいんじゃないですか。先輩のためなんでしょ。そう単純な話ではないわ。幼なじみで現場も同じ。上層部に何か意図があったと思いますか？意図って。セットで選ばれたわけじゃない。お互いの適性があっただけです。新はまあ一生懸命やってますよ。なんだよ偉そうに。褒めただろ。ビフロストはシビラシステムの盲点をつく存在と推測される。犯罪係数の計測が可能かも不明。ただし3層構造なのは確かね。自分が聞いたのはコングレスマン、そしてインスペクターという言葉です。コングレスマンがトップでインスペクターはその部下。狐は末端組織で自分が何をやっているかわからない一般市民。何をやっているかわからないから犯罪係数も上がらない。知らずに銃の部品を作った人間とその銃を使う人間じゃサイコパスも違う。居場所が特定できない理由は？あずさわ光一という男だが経歴も生活もデタラメで全く足取りが追えない。おそらく他人の ID で生活してるんでしょう。そんなことが可能なの？現実問題そう考えるしかないんです。話が見えてきた。そいつらが隠れている盲点に何らかの問題が生じた。安全に暮らす連中がリスクを取るのはその安全が揺らぐ時だけだからな。ってことは都知事
また狙われるぞ。なぜそう言える？無差別な連中じゃない。都知事の死が必要だから事件の標的にしたんだ。今も挽回を狙っていると。ああ、そうだ。事件で感じること、やっぱり人の死を見るのは辛いですね。シビラシステムでも不運なケースはある。特に今回の犯人たちみたいなのは一定数いる。みたいなのって、人を傷つけることが生きがいの人間だ。ごく少数だろう。大半は普通だよ。ビフロストとは別の重火器を持った犯罪者が確認されてるわ。ピースブレーカーの残党か。ああ、そうだ。今はパスファインダーと名乗ってる。厄介ね。ピースブレイカーって？機密レベル3の閲覧を許可します。後で見ておきなさい。簡単に言えば闇経済や海外での略奪に関わる極秘の特殊部隊。今の行動化が生まれた理由の一つよ。連中は俺たちに任せてもらおう。生活感ないですね。一人暮らしだと持て余しちゃって。父も厚生省勤務でした。まあ別にそれが監視官になった理由ってわけじゃないんですが。刑事課に狐が？事実無根ですよ。一係の結束は固い。仲間を信頼しているのね。はい、もちろん。じゃあなぜあなたはいつも本心を隠してるの？狐が刑事課にいる。そんな情報があるわ。報告は受けています。罠にはまっただけで裏切ったわけではない。むしろ梓沢浩一の捜索に役立つ。信じて大丈夫なのか？公安局が全責任を負います。いえ、彼女を信じた俺が責任を。ケイ、一人で背負えるもんじゃないだろう。俺の仕事だ。俺がやる。なんだよそれ。おいおい、揉めるなよ。支障が出るなら現場から外すだけよ。ではピースブレーカーはうち、都知事護衛はそっちで、梓沢浩一もうちね。ああ、寝言は寝て言え。その態度なら早い者勝ちになるかも。それで結構。ではまた。以上が如月が参加した狐の概略だ。例の事故にも責任はない。そうよ。実証するのは不可能だし。いいんじゃねえか。マジでヤバくなる前に話したんだ。まあ次はもっと早く相談しねえと半殺しだがな。ごめんなさい。とにかくこれで狐狩りを始められるわ。小宮都知事を保護し、梓沢浩一に罠を張る。具体的には？如月さんが梓沢に連絡しおびき出します。罠の餌、如月にやらせるのか？はい、確実に騙さないと。本人に対峙させる気か？主犯相手に中途半端な作戦は逆効果だよ。お前の作戦なら完璧なのか？そこまで。如月執行官が梓沢に連絡。その後の危険な行為はなし。以上、解散。公安局内にまだ狐がいるかもしれない。喧嘩中？イグナトフ監視官の奥さんの件でね。呼び出すなんて珍しいですね。何ですかこれ？あなたの行動を調べたデータです。オリジナルです。破棄して構いません。私を疑ってたんですね。自分の役割は一係を守ることだからね。それは私
私も同じです。ええ、シビラに選ばれた時は嬉しかったです。このスキルを平和のために使えるし、自分は良き人間だと思うことができた。正義ですか？守るべきものです。そのために俺は自分に嘘はつかない生き方をしています。隊員取り消し？党の方針って何ですかそれは。入国者である公安局監視官の暴力行為が問題になっています。先の都知事選で問題の監視官は薬師寺候補の支持者を殴り、色相を悪化させたとのことです。はい、何の理由もなく殴られました。正直殺されるかと思いましたよ。入国者による暴力事件増加は最も恐れていたことです。色相悪化の拡散を防ぐため、都として厳格に対応してまいります。問題の監視官は輸送ドローン墜落事故の際も人々にドミネーターを向け脅迫行為に及んだという証言もあり、これ役に立った。あげるよ。トリ君のだし、死んでも役に立つとはさすが神に愛された男。こんなクソ仕事人工知能にやらせな。ちょっと歪んだ情報を与えるだけであんなクソニュースいくらでもバズる。今日は喋るね。燃えてきた？てめえのおかげで11まで上がった。今度お祝いしなきゃ。殺されたいのかクズ。ねえ、それ何？白金本。ホフマンのくるみ割り人形とネズミの王様。面白いの？戦争シーンがいいんだよ。くるみ割り人形は悪いネズミと戦う兵士。魔法で醜い姿にされた姫を助けるため、世界一固いクラカトゥクくるみをかち割らなきゃいけない。クラカトゥクは何のメタワーだと思う？あんたの金玉。最高、おばたちゃん。マジで愛してる。うるせえ。公安局が今の俺のクラカトゥクさ。特に進藤君は敦さんの息子だ。父親みたいになる前にかち割ってあげないとね。東京都知事の小宮カリナです。知ってます。公安局へようこそ。小宮都知事、了承してくださりありがとうございます。しばらくこちらでお世話になります。お待ちください。あなたは？副知事の三森です。入国者政策担当です。はあ。入国者を護衛につけるのはやめてほしい。しかも彼、報道された人物でしょう。奥さんは潜在犯だとか。妻は潜在犯じゃない。お前たちのせいで出られないだけだ。入国者関連の事件で今が難しい時期なのは監視官ならわかるでしょう。それにあなたのその態度が問題を大きくすると気づきなさい。なんだと？やめろケ。お前は都知事の味方か？やめなさい、イグナトフ監視官。待機を命じます。はい。護衛から外されたことには確かに苛立ちを覚えました。でも結果的にいい状況になれた。これで狩りに集中できる。都知事側の要請は無視できないわ。政治的な判断か。辛いが納得するしかねえよ、イグナトフ監視官。なお、轟執行官にも外れてもらう。なんだよそりゃ、納得できるか。イグナトフ監視官と轟、如月は狐狩りを担当。進藤監視官、入江、日中川で都知事を護衛。いい？
了解。都知事の護衛は神道監視官一人で十分でしょう。都知事は執行官を嫌ってます。それが敵の狙いなら、入国者や潜在犯への差別を利用して都知事を孤立させる気かも。なら差別をまき散らすことを政治だと思ってる連中をお前が誘導しろ。人の心を操るのは得意だろ。監視官が弟を殴ってくれたことに俺は感謝してる。ここの連中はさ、どうしようもなく生身なんだよ。怒りは抑えないし、なんかありゃ悪かったと謝るしよ。そんな非シビラ的な関係がここのいいとこだ。あんたならわかるだろ。正義？わからんね。でもまあこっぱずかしい言葉だが、本気で言ってるやつは輝いて見えるもんよ。メンタルトレースはどこまで人を誘導できるんだ？下手なカウンセリングよりは効果あるよ。精神誘導、サイキックドライビングって言うんだけど。親父さんはどうだった？お前。何を思ってるか知らないけど。お前、俺やマイクを誘導したことはあるか？ないよ。絶対にしない。自分のためにやったことはないよ。人より自分のメンタルケアをするんだな。あんたの曲聞いたことありますよ。どれも悪くない。ありがとう。小宮カリナみたいなアイドル政治家についてあんたの意見が聞きたいんだが。国民とシビラが求めた。それ以上でもそれ以下でもないわ。昔のあんたなら都知事をディスって何曲か作ったでしょ。ねえ、これはあなたのインタビューよ。忘れないで。正義ね。負け犬がよく吐く言葉だろう。俺の親父もその言葉を信じまったよ。こんな時に不謹慎だけど、またあなたに会えて楽しいかも。そう言ってもらえると少し気が楽です。ごめんなさい。相棒さんの件、私のせいね。そう一概には言えないでしょ。何か怖がってる？何ですそれ？以前の余裕がないから。ちょっと忙しくて。そういえば第一秘書の女性は？アンは解雇したの。党の方針。そんなもののせいでアンをそばに置くことができなかった。あなたの相棒と同じよ。政治は暴力を和らげ、争いを最小化する唯一の手段。だから政治家になった。私は私の隣にアンがいても、あなたの相棒がいても、誰にも文句を言わせない国にしてみせる。立派です。何よそれ。あなたの立場も信念も理解できる。その上でお願いが。相棒の奥さんを解放してください。努力するわ。その代わり私をしっかり守ってよね。真央ちゃんの偽の護衛スケジュールを公安局、それと都の制作局のサーバーに入力済みよ。敵や如月の便利さに気づくってわけだ。気づくでしょうか。敵の優秀さを信じよう。イグナトフ監視官と奥さんに命を救われました。監視官は強い意志を持った尊敬すべき方です。あなたも強い人間に見えますよ。いいえ、事件があるといつも自分の弱さを思い知らされます。命がけで他人を守る、それが私たちの正義だと最近気づきました。
来ました。事件に関してはそんなとこかな。いいの？部外者に話して。報道していいこととまずいことの区別はわかるでしょ。最近私もね、犯罪係数下がってるんだ。一生ここで暮らすんだと思ってた。こんな話知ってる？あるトカゲの種は外来種によって木の上に追われた。15年が経った時、トカゲの体は木にくっつくように適応してた。そして地上に戻れなくなった。あなたはトカゲじゃない。君はずっとコングレスマン志望だね。不幸な生い立ちのせいです。そこにはとても悲しいドラマが。私が知る話と違うな。さすが子供の頃なんて覚えてません。根深いのは厚生省時代のトラウマです。新藤敦か。ええ、彼に貶められたことで俺は才能に目覚めた。彼は憎むべき相手であると同時に最高の死でした。面白い。正直君ほどの男はコングレスマンの地位がふさわしい。待ってました。だが君の就任を拒む者もいる。よりやりがいがあります。新藤の息子もいますしね。新藤新は免罪体質者。生まれつきシビラにも裁けない。ビフロストに等しい存在だ。一体何なんです、免罪体質者って。君もコングレスマンになればわかる。カスカ、駐車場をチェックするから待機してくれ。了解です。それにしてもパパラッチドローンの数すごいですね。最近事件が多いせいでしょう。みんな入国者には過剰に反応するから。シオンさん。はい、何？付近のドローンすべて追跡してデータを送ってください。ちょっと数多すぎ。最速でお願いします。さっきのは？仕掛けを用意するなら監視のサポートを置きますよ。俺ならそうする。俺ならって、そんなに犯人とあなた考え方が似てるの？まさかこいつの人間への興味のなさには吐き気がしますよ。大勢が暮らすこの世界をただの巨大なパズルとしか思ってない。人間をゲームのコマにしてるんだ。選択を間違えた人間が勝手に死ぬ。そういう仕組みを作ってる。でもあなたなら読み解けるでしょ？必死ですよ。これって事件の捜査ですよね。だって自由に動ける元一係は先輩だけ。僕にとっての正義は全て刑事課一係常森監視官から学びました。怪しまれないよう俺一人で行く。援護なしってのはいただけねえな。私も反対です。それにここはエノミヤのアジトだった場所。大丈夫だ。応援が必要な時は連絡する。話とは何です？コングレスマン白金氏についてですよ。彼はあなたを排除しようとしている。それが？俺を使う気です。白金さんらしい。あなたは私と彼を天秤にかけているのですね。いえ、あなたの力になりたいんですよ。あなたは俺に似ている。それは勘違いです。あら。なぜコングレスマンになりたいのですか？建前ば無用です。人は生きている限り
社会の中の歯車に過ぎない。であれば俺はその頂点を目指す。正直に答えてくれて嬉しいです。人間の人間らしさを重要視していないという点において、確かに私とあなたは似ている。じゃあですが私は人間を歯車とは思わない。それにゲームが嫌いだ。とてもお強いのに。好きか嫌いかは関係ない。俺はやっぱりあなたがいい。俺が必要だという証拠を見せます。少々お待ちを。狐の使いだな。次の指示が欲しい。やはりはめられたか。やはり彼が一番危険だ。公安局のイグナトフ監視官だね。何？手短に説明する。私はある重要なポジションでビフロストに関わっている。狐ではないのか？そうだ。そしてある理由から今ここで命を狙われている。どういうことだ？エノミヤ、彼女は編集狂だった。必ず逃げ道を作る。来るとすればパスファインダーの2人だ。まともに戦って勝てる相手ではない。私を守ってほしい。ただし私の存在を誰にも口外しないと約束しろ。何をふざけた話を。見返りに君の奥さんを解放しよう。どういうことだ？これを受け取れ。私の下で真実を知りたいならデバイスで生体認証を登録したまえ。外務省か。彼らも私に接触させるな。君一人で私をここから脱出させろ。お前は何も時間がない。選べ。協力するか私を見捨てるか。ついてこい。時間切れだ。次は必ず殺す。すまん、逃がした。敵は2人ともいたのね。確認した。間違いない。奴らだ。鴻上、無事か？ああ、そんなことより気になることがある。さすがシオンさんは仕事が早い。ドローンの数かなり多い。本命をどう見つける？クラッカーは無意識に
自分のマークを残す。公安局のものです。何？ご同行願います。犯罪係数アンダー60。執行対象ではありません。トリガーをロックします。白だぜ監視官。関係ありません。それはさすがに。これ強制なの？強制も可能です。許可を取りましょうか。うっぜえな。行けばいいんだろ。行けば。いい働きだった。お前はコングレスマンか？私は今君が一番願っていることを叶えられるものだ。あとは君が決断し選択しろ。大丈夫か？何があった？問題ない。連絡せずすまなかった。あそこで何があった？答えろ。一般人を避難させただけだ。それよりあの連中は？ピースブレイカーの残党は逃げた。てめえらこそ星を逃がしてんじゃねえか。おい監視官、嘘はすぐにバレるぞ。こちらの管轄で口出しはやめてもらおう。それよりそちらの課長に我々の作戦を妨げた件で正式に抗議する。帰るぞ。遅かったじゃないか。トラブルがありまして。それは災難だったね。ゲームを続けましょう。このバカタレが！執行官を待機させての単独行動、何やってんの！無茶しすぎだろ、ケン。あんたもよ、アホ！クリアな人間を連れてきてどうしろってのよ！任意同行における事情聴取です。強制捜査で脅し？ああ、もういい。二人とも出てって。顔も見たくない。待ってください。聴取の許可を。出てけ！どうだ？狐の尻尾をつかみました。小畑千代さん。かわいい名前ですね。で、色相が濁るよう誘導する気？俺は監視官でありメンタリストです。あなたを誘導できるけどあえてしない。あんたの親父ならやるね。生体認証13インスペクターを登録。隊員。ただいま。マイコ。あなたが出してくれたの。俺は何も。こうなるのが当然なんだ。目は大丈夫か？手術に問題はないって。落ち着いたらきっと見えるって。紅茶でも入れよう。晩飯は俺が作る。久しぶりにお料理したい。なら一緒に作ろう。不手際続きだな、ファースト。
いえいえ、全て計算通りの布石です。ではインスペクターが増えたのも君の計画の一つかね。え？静香君が君の対抗馬として擁立した。へえ。爪をしくじるなよ。ご安心を。ここからが本番です。悪くない。舞ちゃん出られたんだ。よかった。ねえ、ケイと揉めたって聞いたよ。あの人怒りすぎたって反省してる。俺が君を守れなかったから。二人で何を怖がってるの？怖がってるのかな、俺たち。二人とも覚悟ができてないのよ。舞ちゃんは強いな。私もこの世界を見る覚悟ができてない。でも必ず見えるようになる。だって怖いのはこの世界そのものじゃなくて、私たちが絆を失うことじゃない？その通りだと思う。ねえ、ケイが殴ったんでしょ？いいのよ、殴り返したって。いいね。それからケイに謝る。今のって彼女？うわっ、違うよ、親友の奥さん。香水？俺に？忙しい時でも香りを整えておくと色相にいいでしょ。ありがとう。何から何までお世話になって。こっちのセリフよ。ありがとう。元気そうだな。はい。体は昔から丈夫なんですよ、私。みんなも相変わらずだ。そうですか。あんたの信念は正しかった。胸を張ってそう言える日は必ず来る。いずれ鴻上さんの話も聞かせてください。ああ、長い旅の土産話がある。今の刑事課一係の捜査と私が関わった最後の事件、きっと全てがつながっている。僕自身の正義が何なのか正直わかりません。ただ真実はコントロールできない。正義のコントロール。父さん、過ちを犯さないために俺は真実から逃げない。そうだろう、ケイ。すぎてあくびが出ちゃうね
さらば伝説の女でか。